雪村の言いたいことは分かった。あの単発は、僕を立てたいだけだ。まさかこんな大善人に会うとはな。今度ゆっくり知ればわかる明録は悪くない。空気読めて損得もわかってる。前恥かかせた後も何もしてこないだろ。雪村がコーヒーをすすって田中を見た。ああいう連中とは合わない。あいつらの肩持つのかよ買いかぶりすぎ。へえあいつは賢いよ。ちょっと促せばわかって動く。一緒にやってみればって雪村は言う。その言葉に田中は眉を潜めた。雪村が無駄なことは言わないとわかってた。あの連中は放っておけばいい存在だ。でも明録が彼を呼べたのには理由がある。鈴木大樹のことは構わなくていい。あいつはネクラで陰湿だからな。距離置けと雪村が続けて言った。遺言かよ俺が何をあいつらと。田中は呆れた全く興味ない。ただの注意だ私がいる限り大丈夫。田中は気にせず荷物を取りに行った。まだ酒の匂いがしてベタベタだ。一番目が私の部屋他は自由に使って。目はついてるし田中は白目を向いた。三番目の部屋に直行して押し入った。白と灰色のシンプルな内装大きな窓。浴室はセパレートで絨毯もふかふか。高級ホテルみたいだ雪村もあまり来ない。でも毎週掃除が入ってるシャワー浴びて。清潔な服に着替えてベッドに横たわる。気分も良くなった自分の部屋より広い。金って最高だなと思ったら雪村が急かした。その格好で行くの半袖にすぼんだ。雪村が嫌そうな顔でちらりと見た。今は私のアシスタントなんだからね。給料ケチってると思われるでしょ。鈴木からむしったスーツあるでしょあれ着て。反論する間もなく着替えさせられた。断ろうと思ったけど夜の見合いもあるし。まあいいか早いか遅いかだ。この1万個へのスーツが一番の高級品。普段はもったいなくて着ない着替え終わると。リビングに出てきた田中に雪村が目を輝かせた。前に動画で見たけど実物だとまた違うわ。人が良くなったじゃん踊る。雪村が田中をじっくり見て。結構様になってるわ。うるさい。うるさい。今度服を買いに行こう。特女の体裁を整えなきゃ。嫌だよ即答した。布数枚で1万個へ月収2万じゃ無理。99円でいいじゃんどうせ俺の顔じゃない。土曜だから外車はガランとしてた。広いオフィスはひっそりしてた。みんな休みなのに田中だけが。雪村に連れられ出勤したつくなり。雪村は PC 開き仕事開始田中は暇そうに。ソファで周りをキョロキョロ。土曜で外の席は無人。遠くに技術の当直がいるだけ知らん奴ら。孫課長の話だと雪村主導の改革で。古株が去ったが効率は上がった。しかも問題なく動いて給料も上がり。仕事は楽になった無駄な手続きもなく。無駄な管理職も消えた会社は好調。社長不在でも回ってるトラブルもない。雪村の管理能力は確かにすごい。雪村が会議で中英語を切り替えるのを。田中はまじまじと見て確かも会議中に。携帯で周秘書と話してるんだよ。見なきゃ信じられない。一人でここまでできるなんて。追い水を取ってくれ。会議が終わらぬ間にコップは空に。PC で分析しつつ周秘書に指示。ちらりとソファの田中を見た。田中は反応して立ち上がり。すぐにコップを取りに行った。つい画面をチラ見してしまった。見てびっくり大きな会議室が映ってて。中に40から50人金髪壁眼の外人が。画面に若者が現れたとき。みんな驚いた顔をした田中は慌てた。気まずそうに笑ったが雪村は気にせず。イヤホンで会議続行クールなボス。みんなあの乱入者は誰だと思ってたが。彼女が一瞬で進行を戻した。金持ちがこんなに頑張ってるなら。俺が努力する必要あるかと思った。気が楽になってコップを持って行った。でも給湯のサーバーが空で今日は土曜。誰も雪村が来ると思わなかったんだ。外の給湯室に行こうとすると中から。水を取りに来た技術2人の声がした。あの子を徳助見たか。前にインターンなのになんで特女に。孫課長が特女良い人って言ってた。わかんない社長のどこが気に入ったのか。
ひそひそ話を聞いて田中はにやり。陰口は聞こえない方がいいけど。聞こえたらつい混ざりたくなる。しかも俺の噂だ。道徳心が高くて能力抜群で。イケメンだからじゃない。田中は何気なく後ろに立った。落ち着いた声で言った二人はコーヒー待ちで。後ろに気づいてなかった。絶対ないただ雰囲気がある。一人がうつむいて答えた確信ありげな口調に。田中はムッとした。どんな雰囲気だよと別の一人。社長の幼馴染知ってるか。知ってるよ、グループで話題になってる。幸徳助にあの人の影を感じないか。こそこそ話に田中はハッとした。確かに会社にはグループがいくつかある。でも辞めた時に全部抜けたこの二人は新人。まだ俺に気づいてないんだ。知ってるか、幸徳助社長の家に住んでるって。今日も社長が出勤して一緒に連れてきた。グループの噂本当かもしれない。社長は幸徳助を替え玉にしてるんだ。昨日も社長の車に乗ってるの見た。専門卒なのに月収2万、そんな話ない。しかも社長の高校の同級生らしい。昨夜社長が酔って彼女が抱えて帰った。社長は美人でスタイルもいい。幸徳助は最高すぎる。田中は全身が麻痺したように固まった。俺の地味な日々がこんなに盛られてる。古本。これ以上聞くとやばいことになりそうだ。田中が軽く咳をすると二人はビクッとした。振り返ると田中がニヤついてて二人は真っ青。特女。いつからいたんですか。声が震えてた、さっきまで夢中で話してて。途中で田中が割って入ったのに気づかなかった。今現れた二人の顔は豚感触で。田中は思わず笑いをこらえた。さっきまで社長室にいたはずでは。二人は顔を真っ赤にして何も言えなかった。孫課長がいい人って言ったあたりから。田中は水を汲みながら平静に言った。すみません、二人は穴があったら入りたい気持ちで。慌てて謝った。あの商店の写真ある見せて。田中は口が軽いが威張るやつじゃない。自分が特女になれたわけもわかってる。実力なら目の前の名大卒二人の方が。俺より10倍は上だ、誇れるものはない。商店のことは木村は軽く流しただけ。気にしてなかったけど今は見たい。彼女の白髪公がどんなやつか。この連中はネタを持ってそうだ。会社で一番多いのはゴシップだ。しかも雪村のゴシップだぞ。二人は田中が怒ってないと分かりほっとした。急いでスマホで写真を探し出した。写真の学士服の爽やかな少年が卒業式に。スーツ姿で温かい笑顔のソロ写真も。他は何人かとの集合写真だった。確かに目鼻立ちが。身長も顔もイケメンで高貴な雰囲気も。万人の少女を魅了するだろう。写真を見て田中は考え込むようにうなずいた。認めたくないが商店はやるな。俺と互角なのは、のイケメン面だけだ。よく見ると確かに俺と似てる。つまり俺が替え玉ってのも嘘じゃない。幸徳助社長の幼馴染を見て。あなたに似てません。何言ってる、俺の方がかっこいい。田中は口を鳴らして逆に気が楽になった。実は契約した日に雪村は商店の話をした。あの連中の間では秘密じゃないからだ。その考えもあいつらから来てる。彼女は偽装彼氏になるなら事情を知るべきと。商店は海外留学時の同級生で。幼馴染で一緒に育った。後に雪村の家族が二人の関係に気づいて。強制的に彼女を日本に転校させた。それで急に戻ってきて田中と同級生兼席替えに。でも高2の後半教育方針の違いで。彼女は馴染めずにまた海外に出された。田中の推測だと当時の彼女は。遠くの商店に心を取られて変に見えた。二人の関係は複雑で再会して数日で。また親に無理やり連れ戻された。すべては波乱万丈だった雪村が打ち明けたとき。田中はドラマみたいだと思った。だから高2で急に消えたのかと納得した。しかも高校中ずっと禁欲的だったのも。あの時から誰かが心にいたからだ。商店の家は福だが五家には遠く及ばない。こういう名家は家柄重視だ。雪村が政略結婚させられてないだけまし。
注目されない用回りはみんな知ってる。悪意ある噂は誰かが処理してくれる。唯一騙されてるのは家族だけ。彼女の目的は、族に新しい彼氏を。貧乏な田中だと思わせること。家柄もなければ能力もない。そうすれば元の焦点がよく見える。給湯室を出て田中は苦笑いした。考えすぎだった替え玉なのに。何が反論できるんだ。彼女はこういうのが好きなのか。でもあいつ俺よりかっこよくない。雪村お前のセンスってこんなもんか。質のいい男はあかんないんだな。田中は心でつぶやきながらオフィスに戻った。ドアを開けると雪村は会議を終えてて。窓辺に背を向けて立ってた。スタイル抜群で日差しの中丸で戦場。オフィスに女の声が響いた。言いたくないけどあなたもいい歳でしょ。私たちに反抗してるの小さな会社で何してる。前は好き放題やってきたのに今度は。何も言わずにさっさとやめて。後始末を残してのんびりしようとしてる。机の電話から聞き覚えのある声。雪村の気の強い母親だった。海外業務も数日で帰ってきた。田中を特助にしたって何考えてる。母親の怒鳴り声に田中は息を飲んだ。思わず出て行こうとした聞いちゃいけない。聞くほど面倒になる消されかねない。出て行こうとした時雪村が気づいた。振り返ると気まずそうな田中。雪村は冷たい表情で。電話から母親の怒号が続いてた。雪村は電話を切って。椅子に座り唇を噛んで冷静さを保った。どうしてこんなに遅いの？雪村が田中の持つコップを見て冷たく聞いた。電話してたからって適当にごまかした。雪村はちらりと睨んで水を飲んでから。椅子を窓の方に向けた孤高な背中を見て。田中は少しかわいそうになった。強いボスでも悩みはあるんだな。おばさんの言う通りここはあなたにはもったいない。田中が小さく言った。自分の仕事に集中して。雪村は機嫌が悪く冷たく返した。いつの間にか昼になってた。田中がソファで寝かけた時やっと仕事終わり。俺の料理が美味って言えばいいだろ。わざわざ帰るほどかよ適当に食おうぜ。雪村の冷たい視線に田中は怯えた。わかったわかったお尻が大きいお前が正義。雪村が田中のぼやきに怒ろうとした時。机の電話が鳴った電話を終えると。雪村は眉を潜めて田中を見て言いかけた。田中は察しておとなしく立ってた。聞くと面倒だから黙ってた。雪村が話そうとした地外から女の笑い声。ガラス越しに見ると小さなアフロのギャルが。鈴木大樹と話しながらオフィスに向かってた。あのアフロを見て田中はバーで会ったのを思い出し。雪村と仲良さそうで名前はリュウビビらしい。やっと捕まえたアフロが田中を見て。驚いた後ニヤニヤしながら雪村に近づいた。なんでそんな早いの雪村は不思議そうに。電話切ったらすぐ来たよ。海外遊びに行ってたんだ今帰ってきた。冷たい集めギャルがふざけて言った。英節と鈴木が田中の存在に気づき。一瞬驚いた後普通に雪村に挨拶した。この人はギャルがスーツの田中を見て。ちょっとイケメンの田中に聞いた。田中くんか数日ぶりだね。特助になったのか鈴木が親しげに近づき。田中の名札を見て言った。特助田中くん。彼氏なのギャルが何か思いついて。急に興味を持って田中の周りを一周。目を丸くして驚いてた雪村は無言。雪村が否定しなかったので鈴木は複雑な表情。不自然な顔になった田中はさ男だと。教えたのに雪村は特助にしてる。どうしてだよ。かっこいいね目がいいよ。ギャルが親指を立てて笑った。もういいご飯食べに行くんじゃないの。そうそう食べた後に買い物行って。夜にみんなで飲もうギャルはうなずいた。そうだ田中くん LINE 交換しよう。シリュウビビと言うんだ。急に話題を変えてスマホを取り出した。田中は一瞬戸惑ったアフロだけど。顔は悪くなかった小柄で可愛い系。あの痛いアフロじゃなければ結構可愛い。向こうから LINE 交換しようとして感慨深い。俺の魅力は抑えられないね。鈴木はニヤニヤしながら見てた。雪村の前で他の女と LINE 交換できるか見ものだ。
しかし田中は断らずニコニコと。スマホを出して交換しようとした雪村は無表情で。冷たく見てるだけだった関係ないように。それを見て鈴木は逆に安心した。噂は本当なのかでも二人がべったりで。それが面白くなかった偽装でも。なぜ自分じゃないんだ。もういける二人が LINE を交換し終わると。雪村の顔は変わらず冷たい声のまま。許さん。何をご馳走してくれるの劉ビビが聞いた。何でも説は、が食べたい鈴木が優しい声で。こびるような口調だった雪村は田中を見た。田中は気まずくなったサラリーマンの鉄則。空気を読むことだ田中はその目が。俺は邪魔だから消えろって意味だと分かった。では社長たちは食べに行ってください。俺は先に失礼します田中は微笑んで。一歩下がった。行こう。イケメンまた連絡してね。劉ビビは洗いながら雪村の手を取って引っ張った。雪村が何か言おうとした時田中の口元が笑ってて。目が勝ち誇ってた結局きっと睨んだだけで。劉ビビに連れ出されるままオフィスを出た。田中くん自分の立場をわきまえろ。説には好きな人がいるんだぞ。二人が出た後鈴木が近づいて冷たく言った。知ってるよ田中はうなずいた。鈴木は温厚そうに見えるが雪村は陰湿だという。付き合うなとゆる家は、ここ数年で成り上がった。前はこの健康に入る資格すらなかった。でも雪村に一目惚れしてしまい。毎日しつこく後をついて回ってた。雪村が冷たすぎて周りの友達を取り込もうと。戦略は間違ってないが雪村には全く効かない。その人は前じゃない鈴木が低い声で。脅すような口調だった。お前でもないけどな田中は軽く笑った。説とは距離を置け替え玉でしかない。自分の立場を分かれと鈴木は警告した。元踊り地田中は鈴木に少し同情してたけど。こんなに詰められて嫌気がさした。さあね風水も巡るもんだし。立ってるだけで愛される者もいれば。必死でも目に入らない者もいる。田中は平然と装って言った。鈴木は顔が辛そうで怒りを込めて睨んだ。許さん行かないの。外から劉ビビの催促の声がした。人に使われてるだけだと知れ鈴木は軽蔑してみて。一言言い残して温かい笑顔で女の二人のもとへ。どいつもこいつも親ガチャ当たりすぎだ。田中は軽蔑の笑みを浮かべ可能なら。雪村からもっと離れたいと思った一方。雪村はオフィスで立ったままの田中を見て。眉を潜めて何か言おうとしたが劉ビビに遮られた。説用事が終わったら。この田中くんは私がもらうね。安心して今は絶対手を出さないから。邪魔はしないよ劉ビビが耳元で囁いた。目線は時々田中に向いてたそれを聞いて。雪村の体がピクッと固まり一瞬戸惑った。エレベーター来たよ。鈴木が紳士的にエレベーターを押さえて。二人を促した見送った後。田中は完全に解放されてオフィスで歓声を上げた。残業なんてクソくらいだ。そう言って田中は佐藤健に電話した。がらんとしたオフィスを見て疑問に思った。雪村に連れてこられたけど彼女は。何もしてないずっと PC 見てただけだ。家にも PC あるのにわざわざ来る意味。しかも土曜で誰もいないのに。誰に向けてカッコつけてるんだ。夕方退屈な田中はようやく。佐藤健から電話が来た喫茶店でと約束して。田中は会社を出た雪村のオフィスで。丸々昼寝して自分を褒めちぎった。土曜に誰も来ないのに俺だけ出勤してる。次回の優秀社員賞は俺が取るぞ。会社を出てタクシーで喫茶店に向かった。田中が先について静かな隅に座った。レモン水を飲みながら佐藤健を急かした。飯路にこれ無駄だな直に繁殖大ぜ。自分の人生みたいに苦いもの飲むなんて。しかも高い一杯数十元もする。こんな暴利に乗りたくない佐藤健の会社は小規模。でも人間関係は複雑でプライベート企業だ。どの社長も同じで、1時間の給料で10時間使う。やることがなくても仕事を探してくる。使わないと損だと思ってるからだ。佐藤健は主任になっても楽じゃなく。毎日犬のように疲れてた十分後。
営業マンみたいなスーツの佐藤健がドアを開け、一目で隅の田中を見つけた後ろには、同じくスーツの綺麗な女性が立ってた20歳過ぎ。貧乏な子は早く大人になる顔は特別じゃないけど、振る舞いは落ち着いてて礼儀正しかった。スーツ姿の田中を見て佐藤健はちょっと驚き。自分の息子がこんなに気にしてくれて嬉しい。紹介するよ田中くんだ。彼女はソエツうちのプロジェクト部の同僚だ。ソエツは田中を見て目に驚きが走った。写真は見てたけど目の前のスーツ姿で。余裕の笑みの田中に心臓がドキッとした。二人はお辞儀して佐藤健の促しで座った。佐藤が場を和ませた後ソエツが恥ずかしそうに。田中に聞いた悪意はないんだけど。ただ不思議で田中さんこんなイケメンなのに。なぜお見合いするんですか？君も可愛いのに。なぜ来たんだと逆に聞かれて。田中は気まずそうに誠実に聞き返した。その言葉にソエツの顔が赤くなった。ソエツは派手じゃないけど薄化粧で垂れ目が笑うと。結構可愛い普通の男は美女が好きだ。田中も例外じゃない雪村や白慶のような美女がいても。外見で人を判断しない他の人なら。毎日雪村の絶世の美顔を見てると他の女に。興味を持てなくなるだろう。家庭の花より野の花と言うけど。どんな家庭の花かにもよる。雪村ほどの極上のバラを捨てて野京に行くなんて。ちょっと病気だよそれに。雪村に飽きるなんて普通の人間には無理だ。でも田中は違った最初から目的がはっきりしてた。誘惑に弱くないとは言えないけど幼い頃から。苦労してきたから心は強い自分の立ち位置を。わかってる決して手の届かないものは望まない。今の生活がまるでネット小説でも一つだけ。揺るがないことがある。それは自分が何を望むか知ってることだ。ありがとうソエツは目をそらした。心も乱れてたこれが一目惚れなのか。枯れ羽ひねくれ者で頑固だから。簡単に心を開かない佐藤が場を盛り上げて。田中の代わりに説明した。そうなんですねどんな生活がしたいですか。最初はお見合いを勧められて抵抗あったけど。佐藤が毎日うるさいのと写真の笑顔に。惹かれて会う気になった。佐藤から田中について聞いてから。彼女はもっと興味を持った今日が初対面なのに。一目でソエツは田中に惹かれた。シンプルな生活がいい。どういうか平穏な日常に。たまに小さなサプライズやロマンスがあれば。大波乱はいらない空想じゃなく現実的に。田中は考えた一番の夢は故郷に戻って。多分同じだね俺も。大金持ちじゃなくていいシンプルがいいソエツはうなずいた。田中君今は二ついんだけど将来はすごいぞ。いつかきっと。いいよ稼ぎは少なくても食えれば。佐藤が言い終わる前にソエツは首を振った。彼女の家の事情で田中の気持ちに共感した。生活に追われなければ。山に隠れて誰もが馬鹿にする老後を選びたい。誠実な言葉に憧れの目をして。田中も微笑んでうなずいたこの大都会で。同じ考えの同世代特に異性に出会えるのは珍しい。彼女くらいの年で金に執着しないのは珍しく。夢を見ないのはもっと珍しい大抵は小説の主人公。になって王子様と恋を夢見る。最後まで冷めないものも多い年取っても。転生を夢見てる自分の脚本が間違いだと。思ってるでも元踊り時この世界でお前は。エキストラ抱いてもいなくても変わらない。だから田中はの現実的な娘に満足した。粒子館から聞いたんだけど複雑な関係が。元上司との。ごめん無礼かもしれないけど。一緒になるなら過去も含めて包み隠さず話すべき。ソエツは迷った末に田中のことを知りたがった。その質問に田中はちらりと。隣の気まずそうな佐藤を見たこいつ口が軽すぎる。何でも喋るな。今彼女の特助やってる。田中は逃げずにポケットから名札を取り出して。彼女の前に差し出した名札を見て。ソエツは驚き佐藤も目を丸くした。いつからだよ俺知らなかったぞ。クビになったんじゃなかったのか特助って。佐藤が驚いて3連発した田中は苦笑い。給料が良くて待遇が良かったから。田中は嘘は言ってなかった戻った理由は。
その2点だけだまさかこんなにおまけが。ついてくるとは今更後悔しても遅い。空からパイは降ってこない。降ってくるのは洗ってないパンツだけだ。臭くて気持ち悪いそれを聞いて。佐藤は意味深な目で見た他の奴は知らないが。彼は二人の因縁を知ってるそいつの前で。黙ってたが田中に意味深な目線を送った。さん本当に若いのにすごいですね。そえつは名札を見て軽く笑った落ち着いてた。田中の会社は知ってる規模は小さいが。背景はとんでもなく強い。田中は若くて経験もないのに。学歴も大したことない特別な手段がなければ。社長特助になれるわけがない。そえつは言い過ぎず期待を込めて田中の説明を待った。俺は無能で社長が気まぐれなだけ。理由はわからない強いて言えば。まだ演技が足りないと思ったのかも。田中は苦笑いしながら雪村を思い浮かべた。演技そえつは驚いた。それは長い話になる雪村移りって知ってる。佐藤が興味津々で他人のゴシップは得意だ。雪村移り光天グループの若社長。そえつは驚いたビジネス界では有名だ。彼女もプロジェクト関連で雪村の事例を学んでた。名前は知ってるまさか佐藤がその名前を出すとは思わなかった田中が彼女の特助なのか。それはないだろう田中の会社は良いけど。雪村レベルの人がそこで働くはずがない。彼女は田中の高校同級生で帰国してから。田中に偽装彼氏を頼んだんだ。それを聞いてそえつは驚き信じられない目で。田中を見た田中は気まずそうに笑った。ドラマみたいだろ実際見なきゃ信じない。佐藤は笑ったそえつは妙な顔でうなずいた。そういう展開は想像できるけどやっぱり変だ。でも本当の恋に発展する可能性は。佐藤が掘り下げる前にそえつが気になる質問をした。ないよ彼女と俺は世界の人間だ。田中は即答して真剣に首を振った。その確信に佐藤は感心してうなずいた。そえつは眉を潜めた。なぜ？金持ちすぎて美人すぎてしかも強引で。頭悪いしと田中は軽く笑った。その重城から聞き覚えのある声がした。高徳スケイツから金持ちと美人が。欠点になったの田中が驚いて振り返ると。雪村の冷たい顔がすぐそこにアフロと鈴木も。笑いをこらえて後ろに立ってた3人は。楽しそうに話してて後ろの席の雪村に気づかなかった。ソファの背が高いから誰も気づかなかった。突然現れて田中は飛び上がるほど驚いた。そえつも雪村の美貌に一瞬固まった。心臓がバクバクした鈴木はニヤついて。アフロの龍羅ゼンマイもいたずらっぽく見てた。社長も売れ残りですか？違う誰も相手にしてくれないんですか？田中は頭をかいて気まずそうだった。まさか陰で社長の悪口言っててバレるなんて。これ以上気まずいことあるか。緊張して言葉がめちゃくちゃになる田中を見て。雪村の冷たい目つきが少し和らいだ。でも田中の言葉を聞いて唇を噛み。握った拳の血管が浮き出てた。特助説明してもらおうか。雪村は田中を絞め殺したい衝動を耐えた。社長田中は口が悪いだけで。悪意はないです怒らないで佐藤が取りなした。そう中言は身に逆らう。本音を言っただけ怒る理由はない。雪村は冷たく笑って田中をじっと見た。へへ実は本音じゃなくて。口が滑っただけです田中は気まずそうに笑った。嬢ちゃん騙されちゃいけないよ。こいつは洗濯機だ雪村は冷たく笑って。震えてるそえつに向き直った。どういう意味だ田中はぼーっと聞いた。先に口説いてベタベタ絡んで。最後はポイして放置する。雪村は田中をじっと見て真面目に説明した。田中は眉を潜めて冷たい雪村を見て。こいつまた進化したなと思った。前はこんな話し方じゃなかったのに。社長誤解があるんじゃないですか。そえつは落ち着いて隣の田中を見た。田中の雪村を見る目に異変を感じ。なぜか心がざわついた。違うこいつは飼いならせない狼だ。雪村は大真面目に言い切った。高徳助うまくやってるな。名義を盾に外で遊んでる。英節に迷惑かけてるの知ってる。鈴木がこのタイミングで茶化した。
私はいいと思うけど劉ビビは笑って。田中を評価する目で見てた。私は気にしないが建前と本音が。違うのはちょっと引くわ雪村は冷たく言った。三人の合唱に田中の笑顔が固まった。陰鬱な表情に変わり目つきも鋭くなった。田中の目の変化に雪村の心臓がドキッとした。なぜか慌ててしまい傍らの鈴木を。ちらりと冷たく睨んだ。社長今はプライベートな時間です。私生活を報告する必要はないはずです。それに許さんの言う名義なんて。欲しければ取ればいい興味ないです。食うやつが食われるやつをいじめるな。囚人監視の中田あたるは他人のゴシップは。笑って見れるが佐藤と添津を。巻き込みたくなかった目の前の三人とは。もともと会わないが雪村は社長なので。言葉を濁したくない雪村も田中の怒りを察した。まさかいつも鈍感な田中が突然怒るとは。鈴木の言葉は彼女の本意じゃなかった。どういう意味だ鈴木の顔が曇った。別に辞表は月曜に出すよ。田中は鈴木を冷たく見て雪村に軽く言った。行こう時間だ飯でも食おう。雪村が言いかけた時田中は佐藤と添津を。連れて歩き出した二人は黙ってついていった。わあ田中奇妙らしい。この性格私好み。アフロは田中が振り返らず去る背中を。うっとり見つめてた。待て田中が喫茶店を出ようとしたとき。後ろから雪村の鋭い声がした。田中は振り返ってみた相変わらず冷たい。立って見つめるだけで何も言わない。数秒待って雪村が睨むだけだと田中は微笑み。そのまま喫茶店を出て行った。英節あいつなんか放っておけ。外で女を引っ掛けてる評判にも悪い。鈴木が小びた目で雪村を見て優しく言った。鈴木くん言ったはずだ。彼に構うなと雪村が振り返って睨んだ。目は嫌悪で満ちてた。英節俺は構ってないよ。君も見てたろ冤罪じゃない。鈴木は慌てて弁解した。許さんもういいよ。田中がここでお見合いしてるの。あなたが連れてきたんでしょ劉ビビは肩をすくめた。元踊り寺見物に来ただけなのに不愉快になった。彼女の雪村の性格からしてもう怒ってるのは確か。雪村は鈴木を冷たく見て大股で外に出た。田中がお見合いするのは知ってた。佐藤が電話した時隣にいたから。なぜかお見合いと聞いて嫌だった。だから今日残業させたのに。まさか劉ビビが来て引っ張り出されて。鈴木に田中が本当にお見合いしてると聞いて。鈴木に刺されて見に行っただけ。田中は佐藤のめんこだけで来てると思った。お見合い相手も普通で田中美女好きだし。より好みすると思ってたのに。まさか二人が盛り上がってるとは。田中が自分の話をした時に我慢できなくなった。そしてさっきの場面になっただけ。まさか田中の態度が一変するとは思わなかった。嫌味を言うか謝ると思ってたのに。田中はまた予想外で彼女が考えもしなかった。ひどい資本家には、地の怒りを見せてやれ。心配すんなよ。今は独身で金も使わねえ飯は食わせてやる。田中翔は、当剣を押しのけて後ろの添津を見る。申し訳なさそうに笑った。ごめん笑わせちゃったな。いいえご飯はいいです。用事があるので失礼しますと添津は微笑んだ。前は田中翔と会うと思ってたけど雪村移りに会ってから。劣等感から解放まで数分だった。なんでどうしたと佐藤健は驚いた。さっきまで盛り上がってたのに田中翔も眉を潜める。わけがわからない添津は田中翔を見つめて。苦笑いを浮かべたさっきのカフェで。田中翔と雪村移りが見つめ合った一瞬の。違和感のある目つきまるで平行な光が。突然交わったけどすぐ消えた。彼女だけがはっきり見えた。田中翔本当にいい人だよ。ただタイミングが悪い先行くね。しばらく黙って添津は淡々と笑った。目には苦さがあった二人が反応する前に。振り返ってタクシーを止めて去った。なんだよと佐藤健は呆然と添津を見送る。彼女の謎な言葉の意味がわからなかった。田中翔は微笑んだ添津に特に好意はなかったが。嫌いでもない交際相手だと思う。空気読めないって言っただろ。
先は長いよと田中翔は佐藤健の肩を叩いた。自分が仲人を慰めてた。大丈夫、出勤したらまた聞いてみるよ。そういや雪村移りがなんでここに来たんだと佐藤健。仲間内に裏切り者がいるんだろ。田中翔は、搾する気もないどうせこうなった以上。田中翔も気が楽になった。誰だよ俺は誰にも言ってねえぞと佐藤健。俺の幸せを病んでる奴だよと田中翔は手を振る。もういい飯にしよう。腹減った。それと俺のことはあれこれ喋るなよ邪魔だ。田中翔は、二歩も行かず振り返り真剣に言った。佐藤健もうなずいた。せっかくの見合いだったのに。雪村移りを出したことに自分も責めてた。わかったよてめえも、めんこが大事かと佐藤健が笑う。田中翔は、苦笑いした。自分は、めんこなんてなくていい。でもせめて尊厳は、金持ちは遊び好きで。俺は付き合いきれない。逃げるのはできる。食後田中翔は、当県の二次会を断った。雪村移りのマンションにタクシーで向かった昼に劉ビビから聞いた。今夜雪村移りは連中と集まる今が絶好のチャンスだ。荷物をまとめてさっさと撤退する。一方高級レストランで。雪村移りはグラスを揺らし目を細める。劉ビビは女性陣と話しながら時々彼女を盗み見る。英節なんか機嫌悪くない。劉ビビが近づく。普段も冷たい顔だが。今の彼女は明らかに上の空だ。そうだよ英節。食べずに酒だけは目だと鈴木大輝が優しく見つめる。雪村移りは冷たく指でグラスをもてあそる。それが彼の心を揺らす。雪村移りは冷たく鈴木大輝を見た。なぜか苛立ちが湧いた。田中翔の喧嘩と鈴木大輝は空気の読めない。その名前に雪村移りは眉を潜めた。グラスをテーブルに強く置き音を立てた。一同は一瞬で静まり返った。申し訳なさそうに雪村移りを見る自分たちの声が大きかったと思った。このお嬢様を怒らせたと。ドドをしたと鈴木大輝は驚いた。なぜ怒ったかわからない劉ビビは彼を睨んだ。他人は知らないが彼女は雪村移りをよく知ってる。言おうとしたら雪村移りのスマホが光った。雪村移りはスマホを見ると家のセキュリティ通知。不安になり家の監視カメラを開いた。一目でスーツケースを持って出る田中翔が見えた。劉ビビが近くにいたので画面が一瞬見えた。何か言おうとしたら雪村移りの顔がさらに曇った。空気を読んで黙った鈴木大輝も何か言おうとしたが。劉ビビの目で止められ苦笑いで酒を飲んだ。田中翔が出ていくのを見て雪村移りは唇を噛み。スマホで電話をかけた。しばらくして。周秘書が慌てて入ってきた。平然とした雪村移りを見て。ほっとしてみんなに丁寧に挨拶した。みんなも周秘書が長年雪村移りに仕えてると知ってる。当然仲良く温かく迎えた。周秘書座って食べませんかと鈴木大輝が近づく。座って一緒に飲もうと雪村移りは隣を指す。ワインを注いだ周秘書はうなずいた。疑問はあったが素直に隣に座った。十分公衆秘書は、ぜか雪村移りに。ワイン2杯も飲まされ頬が赤い。雪村移りは、表情だった。飲酒したから幸徳助に電話して。迎えに来させようと雪村移りは頃合いを見て。周秘書に命じた。彼女は驚いたが。立ち上がり隅で田中翔に電話した。一方自分のアパートに戻り。我が家が一番と考えする田中翔。周秘書からの着信を見て。すぐに彼女の優しい笑顔が浮かんだ。幸徳助社長が迎えに来いと。住所を送るよと電話に出ると。周秘書の優しい声が聞こえた。君も飲んだのかと田中翔。少しだけと周秘書は特に気にせず。正直に答えた。あいつには友達も警護もいるだろ。俺はいけないと時間を見る。田中翔は本当に動きたくなかった。こんなクソ仕事誰がやるか。このお嬢様の相手も誰かやってくれ。月曜に辞めるつもりだ。その横で雪村移りは。平然を装いながら周秘書を盗み見てる。彼女が電話してるのを見て目が曇った。ワインを一気に飲み干しそれを見て。周秘書も驚いた。特女早く来て。後で話すからと周秘書は懇願する。雪村移りが本気で怒ってると分かってた。
長年側にいるから誰より彼女を理解してる。一つ確かなのは、木村移りの。怒りは田中翔しか鎮められないと懇願する声を聞いて。田中翔は眉を潜めた頭に彼女の可憐な、哀れな姿が浮かび心が揺れた。彼女との付き合いは浅いが優しい笑顔を思い出すと。田中翔は、心地よかった少なくとも会いたいと思った。みんなが驚く中雪村移りが2杯目を飲み干すと。周秘書はやっと電話を切って席に戻った。社長控えめに高徳助が向かってます。まだ注ごうとする雪村移りに周秘書は耳元で囁く。それを聞いて雪村移りはグラスを置いた。わずかに口元が緩んだがすぐ消えた。10分ほどで田中翔は高級レストランに着いた。案内され個室の前に来たドアを開けようとしたとき。中から劉ビビの声が聞こえた。英節まさか田中翔のこと好きなんじゃ。言っとくけど田中翔は私のタイプなんだから。酔った尻滅裂な声に田中翔も驚いた。入るか迷ってる時雪村移りの冷たく軽蔑した。声が聞こえたただの道具よどうしてそんな気になるの。本当今日ちょっと変だよ。前にも言ったけど使い終わったら。私が手を出すからねと劉ビビが顔を近づける。酔った目で雪村移りを見つめる。勝手にしなさいと雪村移りが冷たく言う。じゃあ彼ってどんな人なの？対策を考えるから。あなたは興味ないけど私はいいの。家族も干渉しないしと劉ビビは笑う。その質問に雪村移りは眉を潜めた。頭に田中翔の姿が浮かんだ自分と料理を取り合い。口論してゲームもした。節約のため市場で値切る姿も。記憶の中の田中翔はいつもリアルだ。一緒の時間は大概言い合いだったけど。よくイライラさせられたが今思い返すと。なぜか笑みが漏れるその微妙な表情の変化を。空気の読める連中は、逃さない鈴木大樹の顔が曇る。周りは興味津々でこの状況を凝視してる。何も見逃すまいと。金の亡者で器が小さく。自分勝手で不潔で足も臭い。それでもいいのと雪村移りは少し間を置いて。期待する劉ビビを見ていった個室の外で。その絶賛を聞いて田中翔は満足げにうなずいた。母英節。そう言っても諦めないよと劉ビビは。笑って手を振る結婚する気はないから遊ぶくらいならいいでしょ。あいつと遊ぶただの道具だよ。好きなら急いだ方がいい。もうすぐ来るから。あんな小物が一日中あれこれ考えてる。よく平気ねと雪村移りは軽蔑して笑う。言葉には田中翔への軽蔑と嘲笑が満ちてる。それもいい余欲がないから恋愛しかないし。彼は金が好きで私には金がある。お互い楽でしょと劉ビビは田中翔への好意を隠さない。恋愛より金の方が現実的だと思ってる。言い終わった瞬間個室のドアが開いた。平然と微笑む田中翔にみんなは驚いた。雪村移りも眉を潜めたがすぐ冷たい表情に戻った。田中翔はみんなを見て最後にタートルネックを着た。頬をあからめた周秘書に目を留めた田中翔が自分を一度も見なかったことに雪村移りは指を動かす。口を開こうとしたが劉ビビに先を越された。田中翔さっきまであなたの話してたよ。来たねと劉ビビはほろ酔いで。ふらつきながら立ち上がり田中翔に近づく。うんと田中翔はうなずく。何も言いたくなかった。何の話か気にならないのと。鈴木大樹は田中翔が気に入らず立って笑顔で尋ねる。自分勝手で足に良い話か。それとも小物扱いかと田中翔は平然と笑い返す。まるで他人事のように目は静かだった。それを聞いてみんなは気まずくなった。雪村移りの目に動揺が走り複雑な光が宿る。すべてを見透かす目が今は怯えてる。大丈夫俺は、頭取寺そういう人間だ。みんなが黙る中田あたる将はさっぱり笑った。金持ちばかりで話すこともない。周秘書行こう。送ってくと言いながら。田中翔は周秘書の隣に来た。いいよ周秘書をちゃんと送ってね。周秘書が田中翔の申し出に戸惑ってる。間に雪村移りが冷たく口を挟んだ。社長安心して彼女のように大ごとにします。田中翔は、微笑み周秘書を席から立たせた。私が。
劉備が急に近づき田中将の腕に絡む。体を寄せて田中将に密着した。腕に柔らかい感触がはっきり伝わる。香水と酒の混ざった匂いに一瞬ぼんやりした。劉備の親密な行動にみんなが騒ぐ。口笛を吹く奴もいる鈴木大樹はニヤニヤ見てる。雪村移りは愛を潜め目が冷たくなる。田中将はすぐに気づき絡みつく。劉備を力強く押しのけた遊びたいと言ったのを聞いてなければ。そこまで拒絶しなかったかも驚く劉備の前で。呆然とする周秘書の手首を掴んだ。冷やかしの声を背に振り返らず部屋を出た。廊下で我に返った周秘書は、田中将の腕を振りほど気にらんだ。寄ってませんと周秘書が冷たく言う。わかってる戻って飲むかと田中将は笑って個室を見る。周秘書も眉を潜めて個室を見た。元踊りじくたくなかったきて無理やり酒を飲まされた。いい教育と高い職業意識を持っていても、不満が湧く。喧嘩に巻き込まないで。関わりたくないと周秘書はいつもの。温かい笑顔を消し真剣な表情で田中将を見た。大股で店を出て行ったしっかり者の周秘書が去り。田中将は室を振り返り嫌悪の目を向けた。道端で田中将がタクシーを拾ってると。個室の連中が出てきた劉備は田中将を見つける。酔って仲間を振り切りふらふら近づく。みんなが面白がる中劉備が田中将の背後に。両手を広げ飛びかかる田中将は気配に気づく。振り返るとアフロの下のとぼけた顔が迫ってた。驚いて本能的に避けた。彼女は酔って足元が不安定で。空振りしてよろけ前に倒れる歩道から落ちそうに。ちょうどタクシーが寄せてきて。みんなが悲鳴を上げる田中将は素早く。彼女の体をつかみぐいっと引っ張った。田中将の言う通り体重は軽く。胸がないか背が低いか劉備は小柄で。必要なところも全然なくちょっと力を入れただけで。後ろに倒れて尻餅をついた。痛さで酔いが覚め悲鳴を上げ。涙が滲んだ。大丈夫かと連中が急いで劉備を起こす。心配そうに尋ねるその時。雪村移りも歩いてきてまず田中将を冷たく見た。そして尻を押さえ痛がる劉備を見る。どうしたもんでやろうか。涙目でかわいそうに見つめる劉備に。田中将はいたずらっぽく言った突然の一言に。みんながポカンとする劉備は普段大雑把で。田中将の冗談に顔が熱くなった。酔いで赤い顔がさらに真っ赤に。ぼんやり田中将を見つめる痛みも忘れたようだ。雪村移りは愛を潜めたが何も言わない。ただ冷たく見つめてる。揉みたいのとみんなが驚く中。劉備は酔いも冷めうるんだ目で。情熱的に田中将を見つめるみんなは固まった。田中将も目を向いた心の中で叫ぶ。まさかストレート来たか自分は単に口が滑っただけだ。金持ちをからかいたかっただけなのに劉備は怒るどころか。痴漢扱いせず逆に攻めてきた。田中将は窓後ろに下がった。距離を取った。何避けてるのと田中将が下がるのを見て。劉備は仲間を振り切りまた迫る。寄ってるぞ冗談だ。田中将は慌てて手を振る。このアフロと面倒な関係になりたくなかった。冗談ふん。私は冗談なんて言わないのと劉備はしつこい。どんどん迫る周りも面白がってる。特に鈴木大樹はニヤニヤしながら時々雪村移りを横目で見る。彼女の表情を探ってるようだ雪村移りは冷静そうだが。すべて他人事のようだ。なんだよ清朝の皇族かよ。清朝はとっくに滅んだのにどこがお嬢様だ。田中将はたまらなかった酔った女に。手を焼いてる上に彼女の連中は。全員ただの野獣まで。誰も助けてくれない。田中将あなたが助けてくれた。恩返しに体で報いるしかない。みんなの前で劉備の一言が場を沸かせた。田中将は気を飲み恐怖の表情だ。姉さんそれ恩をあだで返してるぞ。田中将は追い詰められ平手打ちしたくなる衝動が強まる。何私そんなにダメなの。劉備は待り続ける田中将は決意した。あと一兵近づいたらぶってやると。どうしても恩返ししたいなら金くれ。体なんていらねえと田中将は泣き顔。
私美人じゃないのと一歩手前で。大きな目をパチパチさせて見つめる。田中翔は、回した小柄だが顔は悪くない。あのアフロさえなければ、標準的な可愛いロリだ。まあまあだと田中翔は真面目に答えた。じゃあ金が足りないのと続けて聞く。田中翔は、ナのからかいの目の中で。ため息をついた。何台かかっても稼げないよ。じゃあなんで私のこと好きじゃないのと腰に手を当て。膨れて睨むその言葉に。周りがどよめき田中翔も呆然。通行人も思わず劉ビビに親指を立てる。勇気ある告白を称賛してるようだ。劉ビビ飯を食ったばかりだ。イチャつくの見せつけるなよと誰かが言う。彼女はその人を睨んでまたかわいそうに田中翔を見る。姉さん何か勘違いしてないか。知り合ってどのくらいだよと田中翔は焦る。初めての告白なのに意味不明すぎる。一目惚れ信じるのと潤んだ目に期待が光る。真剣な様子だ。一目惚れなんて見た目だけだ。酔ってるからもう帰って寝ろと田中翔は首を振る。じゃあなんで私に興味ないのと見つめる。田中翔は、の娘が確かに可愛いことに気づく。髪型が変で足も短く。色気も皆無だ。それ以外は悪くない。平和な世の中で何を起こすんだ。適当なこと言うなよと見つめられて。気味悪くなりさらに過激な言葉が出そうで怖い。心の中でどこから自信が湧くんだとつぶやく。顔以外見どころあるかよ。胸も尻もなく脱いだら男かと思う。特にあのアフロは、キー感満載だ。色欲より殺意の方が強い。実は前から知ってたの。高校の時。あなたいつも英説の後つけてた。気持ち悪いストーカー。だから一目惚れじゃなくて前から計画してたの。劉ビビは酔った目で雪村移りを見て。田中翔を指さし真面目に言った。それを聞いて。みんなが驚き雪村移りも眉を潜める。冷静そうな目に異様な感情が走る。田中翔は目を見開き。何がストーカーだ。いつ彼女を追いかけたんだと高校時代を思い出す。片思いだったが雪村移りが校門を出るたび。ボディガードと高級車が迎えに来るのを見て。しかも学校で他人の指を折ったのに翌日。相手が停学処分で退学寸前だと聞き。それ以来田中翔は木村移りに近づけなくなった。学校でもわざと距離を取った。どうしても。自分がストーカーになるわけがない。噴英説の言う通り。口が硬い以外は反骨だけ。じゃあなんで英説のいるところにいつもあなたがいるのと冷笑する。田中翔は愛を潜め困惑して雪村移りを見る。彼女は冷たく目に何の動きもない。全然わからない。何言ってるんだと田中翔は両手を広げる。覚えてない。あの時あなたの目にはの女しかなかったから。クラスは違ったけどずっと前から知ってた。あなたは鈍感よ。昔も。今もまだ私のこと思い出せないの。劉ビビの目に落胆が満ちる。何年も巡り巡って。自分は田中翔の目に入ったことすらない。それを聞いて。田中翔も心が震え改めて劉ビビをよく見る。記憶では雪村移りは高校2年間クラスと疎遠で。仲が悪いわけじゃないが自分という隣の席以外。たまに話す程度でクラスメートと話す姿はほとんど見なかった。いつしか高嶺の花でも冷たい太陽に誰も近づかなくなった。でも隣のクラスの女子2人とは仲良かった気がする。ただ大抵の人と同じで花には目が行くけど。葉っぱに誰が気づくか。雪村移りは高校時代輝いてた。どこに行っても注目の的で他の人は目に入らなかった。田中翔も思い出せなかった。当時は隣の席だったが。高嶺の花には怖くて近づけず。彼女の周りなんて気にする余裕はなかった。悪いけど思い出せないと田中翔は首を振る。あんたもう。いいわ。どんな女子が好きなの。新しく始めよう。初めて会ったことにしようと田中翔の返事を聞いて。劉ビビは怒って足を踏み鳴らした。落ち着いて。仕方なくため息をつき真剣に田中翔を見る。君みたいなタイプじゃないと田中翔ははっきり言う。わかった。じゃあ変わるわとうなずく。気にしてない様子。ああ一目惚れより。俺は徐々に好きになる方がいい。わかるか。田中翔は苦笑いして首を振った。もう絡みたくなかった。今は帰って風呂に入って寝たいだけだ。
わかんない日を重ねてないのに。どうしてジョーが生まれないとわかるのと突然の下ネタに。田中翔は、けぞり周りも複雑な顔で見る。劉ビビ正気か。何言ってるかわかってるのと見てたショートカットの少女が。彼女の手を引っ張り叱る田中翔が劉ビビの言い放題に驚いてる。酔って何でも言う間にマイバッハが止まった。酔っ払いばかりだ。のれお前の酒癖も良くない。人のこと言えないぞと雪村移りが横を通る。冷たく言った田中翔は車に乗った。ドアを開けて待つ雪村移りを見る後半の言葉を聞いて。気まずそうに笑ったカラオケの恥ずかしさがまだ鮮明だ。何よ田中翔は私の車に乗るの。と遠くの赤いスポーツカーを指す。田中翔を引っ張ろうとするが雪村移りの言葉を聞いた連中は。急いで彼女を止めたこの女が。酔ってまた変なこと言って空気悪くするのを恐れて。鈴木大樹は木村移りの態度に腹が立ったが。体裁は整えるため田中翔に礼儀正しく笑う。先に帰れ美が酔ってる。めんどくさいことになってると偽の笑顔を見て。田中翔は嫌だったがわかってる。今が逃げる絶好のチャンスだもたもたしてたら。酔ったバカが何をしでかすかわからない。結構です自分でタクシーを呼びます。田中翔は木村移りを見て車の後ろの道端に行き。タクシーを止めた車の中の雪村移りは窓越しに。自分を無視する田中翔を見て唇を噛む。怒りが走る数秒迷って運転手に出発を命じた。どうしたんだ坊や。マイバッハに乗らないのか。金持ちの趣味は変わってるなとタクシーに乗り。運転手が口を開くスーツ姿の田中翔を見て。金持ちだと勘違いした少なくともこの高級レストランの前には。高級車ばかり止まってる。運転手の目は確かというが見間違いだ。俺が金持ちに見えるかあの連中と。騙し合うより目の前の運転手の方が。田中翔には落ち着いた。違うのかと運転手が首をかしげる。買いかぶりすぎだと田中翔は苦笑い。大丈夫だ坊や若いんだから。いつか偉くなるさと自重気味なのを察して。励ました田中翔は微笑んでうなずく。座席に寄りかかり流れる明かりを見る意味深な笑みを浮かべる。誰も俺を認めない自分も情けない。腹立たしいだろ。